Hello everyone! 宗藤ちゃんです。本日の動画はキャンプ用のナタをカスタムする前編行ってみよう。今日はキャンプ用のナタをメンテナンス兼ねてカスタムアップしていきたいと思います。質問等あればコメントくださればお答えしますのでよろしくお願いします。それといいねボタン、チャンネル登録、通知オンしてもらえるとこれからの励みになります。よろしくお願いします。もう20年以上使っている日本から持ってきたナタです。いろいろとガタが来ていて、もうさすがにメンテナンスしないと危ないので、これを機にカスタムアップしようと思い立ちました。かなりクタクタで刃もかけまくりです。この釘も完全にスポスポ。とりあえずバラしていきます。止めている釘のところから割れが走っていて、このせいでちゃんと止まらなかったんですね。出た。はい、ではハンドルのレストアです。まず締めるときに使う刃の根元が入るスペースを埋めるくさびを用意しておきます。割れをドライバーで開き、木工用のボンドをたっぷり割れの奥まで入れていきます。くさびがボンドでくっつかないように紙を差し入れてからくさびを入れます。針金を巻いて締めていきます。最後にペンチでさらに締めますが、やりすぎるとちぎれてしまうので注意です。刃のメンテナンスです。ひどい錆はオイルをつけながらスチールウールで落としていきます。刃の欠けがかなりひどいので、まずはグラインダーで削ります。マーカーでラインを引き、それに沿って削っていきます。機械で削る場合は熱くなるので、刃の焼きが取れないように水をかけて温度が必要以上に上がらないように注意しながらやります。最初は欠けた部分を削り取り、刃をまっすぐにします。この後は刃を付け直すのですが、このナタは片刃で先を少し丸めてはまぐり刃にしてあります。
これは叩き切ることが多いナタが刃こぼれしにくいようにしてあるのだそうです。それを意識しながら削っていきます。刃先の平面がなくなる直前まで削ります。でも越えると刃がまっすぐではなくなってくるので注意しましょう。本格的に研ぎに入りますが、包丁用の荒砥石の形が変わりすぎるのが嫌なので、荒砥石は携帯用のやつでやっていきます。時間がかかりそうなので刃の方を固定してみました。最初は平らなこの部分を研ぎます。次に丸くなったハマグリ刃の部分、左手の人差し指で返りが出てきているかどうかを確認しながらやっています。返りとは刃が削られて尖る時に出てくるささくれみたいなもので、この状態だと下側の面に向かってできてくるので、このように奥から手前に軽く触ると感じることができます。研ぎが出ているか判断するのに重要なので、頭に留めて置いておいてくださいね。動画を撮り忘れてますが、研ぎ石で裏面に沿って軽く一度撫でて返りを落としておきます。次にこの丸い砥石の反対側が少し細かい荒砥石になっているので、同じように研いでいきます。平らな面とそれからハマグリ刃、返りが全体に出れば次に行きます。中砥石に行く前に刃の全体の錆をスチールウールで落としています。次は中砥石。普段包丁などを研ぐのに使っているものです。今度は刃を持って研ぐので反対ですが、研げたかどうかの判断は同じように返りで判断します。平らな面を押し付けるようにしながら研いでいきます。次にハマグリ刃。分かりにくいですが、こんな感じの動きです。最後に返りを取るために反対側を一度だけ。次に仕上げ砥石。動きは同じです。研ぎ汁が灰色になっているのが研げている証拠ですね。最後は返しをしっかりめに3回ほど当てて研ぎは終了。では紙を切ってみましょう。やってみたかったんですよね、これ。いいですね。せっかくなのでナイフみたいに鏡面仕上げ的に平らな面だけ磨き上げてみます。仕上げ砥石が1000番なので2000番からくるくる輪を描くような動きで一度磨き、次に縦方向にまっすぐな動きで動かして磨き残しがないか確認しながら磨きました。そして3000番。
最後にバフで仕上げ。他のパーツも磨いて、いよいよ黒サビ加工です。ペットボトルの首を切り、刃と他のパーツも針金で取り出しやすいようにしておきます。容器1杯分プラスアルファでお湯を沸かし、ティーバッグ5つ使って濃い紅茶を作り、お酢を大さじ3杯ほど入れて溶液の出来上がり。パーツと刃を入れて3時間ほど放置。さて、結果はいかに。なんか黒くなってる。パーツの方はダメでした。刃のところは炭素鋼なんで真っ黒ですが、他はなんとなく黒くなっているけど、茶色く汚い感じに。とりあえず乾かしてオイルを塗ってみます。オイルを塗っても変わらないので、00番のスチールウールで磨いてみることにしました。見れるようになりました。刃の作業はこれで終わり。ハンドルのレストアの続きです。3日ほど乾かしました。針金を外し、くさびを取って紙を剥がします。ハンドルを少し好みに合わせて修正しながら削り直します。こんな感じですかね。フィニッシュにはブリワックスのラスティックパインを使います。ビーワックスをベースにした非常に簡単にいい感じにフィニッシュできるので愛用しています。00番のスチールウールで塗り込んでいきます。一晩乾かしました。ブラシで磨き上げます。前編最後に鞘がカタカタ鳴るのを抑えるために鞘の中に革を貼ります。あとは次の後編動画アッセンブリと革細工に続きます。この動画いいねと思ったらいいねボタン、チャンネル登録、通知オンよろしくお願いします。それではまた。See you next time. Bye.